日は三角チョコパイを作りました。こんにちは、料理研究家のいかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は三角チョコパイを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、バレンタインにもぴったりなサクサクトロトロの美味しいチョコパイを作っていきたいと思います。中のチョコレートに関しましては、とろっととろけるようなチョコレートに仕上げていきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。冷凍パイシート、チョコレート、牛乳、卵黄、お水。今回はこちらの材料で作っていきます。まず冷凍パイシートなんですが、今回私が使用するのは11センチ ×18 センチの冷凍パイシートです。こちらを2枚使っていきます。そして使うチョコレートはこちらです。ガーナのブラックチョコレートを使っていきます。こちらはですね、ブラックチョコレートまたはミルクチョコレートを使うようにしてください。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは作っていきます。まずはじめにチョコレートを刻んでいきます。このチョコレートはですね、湯煎で溶かすんですが、できるだけ細かめに刻むようにしてください。では刻みます。はい、このように細かめに刻んでください。そうしましたらチョコレートをボウルの中に入れてください。はい、チョコレートはこのように準備しましょう。それでは別のボウルに60度前後のお湯を張ってください。そしてチョコレートが入ったボウルを置きます。そしてこのままですね、湯煎でチョコレートを溶かしていきます。チョコレートはですね、単品で電子レンジで溶かすとすごく焦げやすいので、このようにね、湯煎で溶かしていただくのがおすすめです。あとですね、今回私はガラスのボウルを使ってるんですが、アルミボウルを使っていただいた方が熱の伝導率が高いので、そちらの方がね、早く溶けると思います。はい、チョコレートが溶けました。粒々がなくなるまでしっかりと溶かしてください。この時にね、泡立て器とかでやってしまうと気泡ができてしまいますので、このようなゴムベラで優しくね、静かに溶かすようにしてください。チョコレートはこれで OK です。こちらは使うまでこのまま置いておきます。はい、それでは続いて牛乳です。牛乳はですね、冷たいまま入れてしまうとチョコレートが固まってしまいますので、こちらはですね、一度電子レンジで軽く温めます。電子レンジ 600W で50秒温めます。はい、50秒加熱しました。そしたらですね、こちらをチョコレートに混ぜていきます。チョコレートを湯煎から外してください。そしてここに牛乳を加えます。一度にね、加えちゃって OK です。そして中央からゆっくりと混ぜていきましょう。はい、OK です。このようにチョコレートがきれいに溶けるまで混ぜてください。それではですね、このままこのチョコレートの粗熱を取ります。はい、チョコレートの粗熱が取れました。そしたらですね、絞り袋を用意してください。絞り袋の口先には何も入れない状態で OK です。こちらをね、ちょっとコップなどにはめて、この中にチョコレートを入れていきます。はい、で入れたらですね、空気を抜いて、そして上の部分をね、クリップで留めます。そしてこのままですね、冷蔵庫で20分から30分ほど、ほんの少しね、チョコレートが硬くなるまで冷やします。それでは続いて冷凍パイシートを切っていきます。冷凍パイシートを半解凍の状態にしてください。これをですね、まず半分に切ります。このように半分に切ったら、ちょっと見ていただくとわかると思うんですが、正方形に近いような長方形のような状態になってます。これをですね、正方形になるように少し伸ばします。大体で大丈夫です。これをね、伸ばしていきます。あとね、今回私が使ってる冷凍パイシートはこのように穴が開いてます。穴が開いてる場合はこのまま使っていただいても大丈夫なんですが、もしね、穴が開いていないパイシートを使う場合はフォークなどで穴を開けて使うようにしてください。はい、このように正方形になるように伸ばしてください。そしたらですね、こちらを半分に折ります。そしてこのね、重なった部分ですね、1箇所だけフォークで押しつぶして上下をくっつけていきます。こんな感じで思いっきりギューッと押さえつけて、こんな感じでくっつけてください。押さえつけて、押さえつけて、押さえつけて、押さえつけます。
こんな感じでね、上下をくっつけて口を閉じてください。このような袋状になってる状態です。ではね、残りも同じように作っていくんですが、冷凍パイシートをそのまま出しておくとかなり解凍されてしまいますので、作業していない冷凍パイシートは冷凍庫にしまっておいてください。では作っていきます。はい、このように4個作りました。それではですね、この中にチョコレートを入れていきます。この時もですね、使ってないものに関しましては冷凍庫で待機させておいてください。はい、こちらチョコレートですね。今ね、だいたい30分ほど冷やしました。全然これでも柔らかいんですが、先ほどよりもね、少し固まった状態になってます。そしたらですね、この口の先を切ります。このように切ってください。これをですね、袋状にして、では絞っていきます。むにゅむにゅむにゅっと出しましょう。はい、だいたいね、このチョコレートが4等分になるように、このようにね、絞ってください。絞ったらこちらの口を閉じます。はい、このように閉じてください。で、この時チョコレートがね、はみ出ないように注意してください。そしたらですね、こちら側も同じようにフォークで押さえつけます。そして口をきちんと閉じてください。はい、こんな感じです。それでは残りも同じようにチョコレートを詰めていきます。はい、チョコレートが詰め終わりました。そしたらですね、より三角形をきれいにする方法をご紹介します。このようにね、口の部分をフォークで押さえつけるとね、ちょっとここのね、辺がぐちゃぐちゃっとなります。なので、ここをね、一度包丁でまっすぐにします。こちら側もまっすぐにします。はい、そうするとね、このように綺麗な形に仕上がります。こちらはマストではないので、もしね、形を綺麗に仕上げたい時はこのように切ってみてください。では残りも同じようにしていきます。はい、全部ね、仕上がったらこのように天板の上にクッキングシートまたはオーブンシートを敷いて乗せてください。それではですね、最後にここにツヤ出しの卵を塗っていきます。それではですね、ツヤ出し用の卵黄を用意してください。ここに小さじ1/2ぐらいのお水を入れます。少しね、お水で伸ばして使っていきます。これをよく混ぜましょう。卵黄だけだとちょっとぽってりしちゃうので、お水でね、少し伸ばしていただくと塗りやすくなって、さらにね、ツヤも出やすくなります。それではここに卵液を塗っていきます。はい、このようにね、たっぷりめに塗ってください。それではこちらを200度に予熱したオーブンで15分焼いていきます。はい、今ね、15分焼きました。このようにね、表面にこんがり焼き色がついたら OK です。もしね、15分経つ前に焦げそうになった時は、上にアルミホイルをかぶせて焼いてみてください。でもしまだ焼き色が足りない場合は、20分ほど焼いてみてください。こんな感じで美味しそうに仕上がってます。はい、これで三角チョコパイの完成です。こんな感じに仕上がりました。このように中身はトロトロのチョコレートがたっぷり入ってます。そして表面はサクサクに仕上がってます。それでは早速いただきたいと思います。手づかみで失礼します。いただきます。もうチョコレートがたっぷり入っててすごく美味しいです。そしてパイもサックサクです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の三角チョコパイのポイントです。まずチョコレートなんですが、今回は明治のブラックチョコレートを使いました。こちらのチョコレートに関しましては、ブラックチョコレートかまたはミルクチョコレートで作るようにしてください。ブラックチョコレートでも十分甘いんですが、お子様が召し上がる場合や、あとは甘いのがお好きな方はミルクチョコレートがいいかなと思います。そして今回はですね、パイのチョコレートはガナッシュにしました。こちらのガナッシュは通常生クリームを入れるんですが、牛乳でも作ることができるので、よりね、手軽で簡単に作れると思います。そして中のチョコレートを作る時なんですが、チョコレート単品を電子レンジで溶かしてしまうとチョコレートがとても焦げやすいので、チョコレートは細かめに刻んで、そして湯煎で溶かすようにしてください。そしてチョコレートが溶けたら牛乳を温めてから加えるようにしてください。そして牛乳を加えたら最初は静かに混ぜて、最後はですね、チョコレートの塊ができないようにしっかりめに混ぜてください。出来上がったガナッシュは一度粗熱
熱を取ってその後絞り袋に入れてください。もしね絞り袋がない場合はそのまま粗熱を取ってパイの中に入れるときはですねスプーンなどを使って入れていただくといいかなと思います。そして冷凍パイシートなんですけれども、こちらはですね半解凍の状態から作業し始めてください。あまり解凍させてしまうとパイシート自体が柔らかくなって作業しにくくなってしまいますので注意してください。そしてパイシートはですね今回伸ばしたりしているので、作業していないパイシートをそのまま出しておくとどんどん解凍されてしまいますので、作業してないパイシートに関しましては冷凍庫で保存するようにしてください。そしてパイシートを半分に切って正方形になるように伸ばしたら三角になるように折り曲げてください。そして折り曲げたらまず1箇所だけフォークで押さえつけて口を閉じてください。この時ねしっかり口を閉じてないと焼いた時にチョコレートが飛び出してきてしまうので、しっかりめに口を閉じるようにしてください。そして口を閉じたらそこにチョコレートを絞って、そして最後にですね開いてる口の部分を閉じて、そしてまたフォークで押さえつけてください。チョコレートを入れすぎてしまうとこちらも焼いてる時に飛び出てしまう原因になるので、あんまり入れすぎないように注意していただけたらと思います。焼き時間はですねオーブンの種類によって変わってくる場合がありますので、こちらの時間は調整してみてください。でもしオーブンがない場合はトースターでもね同じように焼くことができます。焼き時間は同じで、トースターの場合は少しね表面が焦げやすいので、焼き色がついたら上にアルミホイルをかぶせて続けて焼くようにしてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は三角チョコパイを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。